ちは。デトネーションゲーミングのレバです。ということで今日もレバ TV 始めていきたいなと思います。今回のテーマなんですけど、ディフェンスについてやっていきたいなと思います。まず守備の操作の仕方として、ウィニングイレブンにはバッツプレスと四角プレスがあって、まずバッツプレスについてなんですけど、バッツボタンを押すと自分が今動かしている選手、カーソルの当たってる選手がこうプレスに行く形ですね。自分のカーソルの当たってる選手がバツボタンだけ押すとプレスに行く、そしてボールを取ってくれるっていう形ですね。特にこの時は、バツボタン以外、押さなくてもバツボタンだけで、取りに行ってしっかり足も出してくれるので、かなりプレスとしては、相手の近くに行った時バツプレスを押すとかなり足を出してくれる印象です。次に、四角プレスなんですけど、四角プレスに関しては四角ボタンを押すと自分のカーソルに合ってない選手の中で一番ボールに近い選手がプレスに行く感じですね。自分のカーソル合ってない選手でボールに一番近い選手がプレスに行くっていう感じです。で、カーソルの変え方も2種類あって、L1 ボタンで変えるカーソルチェンジもあれば、右スティックで自分の好きな選手に変えれるカーソルチェンジもあります。で、一つおすすめなのはこのカーソルチェンジターゲット、これをオンにすることによって、L1 ボタンでカーソルチェンジをする場合に、次にカーソルがチェンジする選手の頭の上に半透明で、逆三角形のカーソルが出てくるので、 L1 ボタンを押すとその選手にカーソルが変わるようになるので、かなり分かりやすくなるかなと思います。で、逆にオフにすると全く表示されなくなるので、L1 ボタンを押しても次に変わる選手が誰だか分からなく なってしまう場合もあるので、初心者の方だったり守備がなかなかうまくいかないっていう方は、最初のうちはカーソルチェンジターゲットをオンにして、次に変わる選手を分かりやすく表示するのがおすすめかなと思います。で、次に、今まで紹介したプレスの仕方とカーソルの変え方を合わせた、連動した守備について、説明していきたいなと思います。イメージとすれば、四角プレスで近づいてって、四角プレスで近づいてって近くになったらバツボタンでボールを奪う。で、ここで意識してほしいんですけど、この四角プレスで奪いに行ってる時、自分のこのカーソル動かしてる選手は何をするかというと、パスコースを切るイメージですね。どこに出されたら、相手が攻めづらくなるかだったり、どこに出されたらチャンスを作られてしまうっていうのを考えながら、一番出されたくないところを切りに行きながら他の選手で四角プレスで、相手の近くになったら L1 でカーソルチェンジを行ってボールを奪うイメージですね。なかなか言葉で説明すると難しいんですけど、右下にあるコントローラーのところを見ていただけたら分かりやすいのかなと思います。で、まずはしっかりパスコースを切って他の選手にプレスいく。で、近くになったら L1 で変えてバツで奪いに行く。これをするともう相手もかなりパスコースもなくなってる状態でプレスに来られるんで、なかなかパスの出しどころがないところで、かなりこちらとしては奪いやすくなるのかなと思います。で、パスコースをやっぱ自分の動かしてる選手で切らないといけないと思うので、その時にはしっかり右スティックで自分の動かしたい選手、ここに出されたら嫌だなっていう選手の近くの選手にしっかりカーソルを当てて行くことが大切になるのかなと思います。なので、右スティックでのカーソルチェンジの仕方についてはかなり重要になってくると思うので、本当にトレーニングモードだったりそういうモードで練習するのもありなのかなと思います。守備がうまくいかないよっていう人に意識してほしいポイントとしては、まず一つ目、下のミニマップを見ることが大切になるのかなと思います。
やはりこう画面外のところっていうのはウィニングイレブンは見れないので、下のマップをしっかり確認して今この選手がどこにいるのかだったりとかを確認することが大切になってくるので、じっくりは見なくてはいいですけど、少しこう確認するぐらいですかね。選手の距離感だったりとか選手の位置を確認するレベルでこう見れることができるようになれば、かなりこう守備の時も相手のフリーの選手をすぐにこう見つけることができるようになるのかなと思います。最初はやっぱりこうなかなかこう難しいと思うんですけど、慣れだと思うので、しっかり意識して慣れることが大切になるのかなと思います。2つ目に関してなんですけど、自分がこうボールの取りたい場所を決めることが大切になるのかなと思います。本当に守備の上手い人っていうのはそういったボールの取りたいポイントだったり場所に誘導するのがすごく上手いので、例えばなんですけど、こうやっぱり相手も攻撃する際に駆け引きしてくると思うんですけど、やはりこう相手の攻撃に対して後手後手になってしまう、守備が後手後手になってしまうと、かなりこう相手にチャンスを作られてしまうことが増えてくると思うので、逆にこっちから仕掛けていく、仕掛けていく守備っていうのも覚えるのが、試合に勝つっていうことに関して言うとかなりやっぱり必要になってくるのかなと思います。やっぱりこれに関しても最初はなかなかうまくいかないと思うんですけど、しっかりポイント自分のボールの取りたいポイントっていうのを決めて、そこで取るっていうのを意識すれば、無意識にどんどん取りたい場所っていうのが見えてくるのかなと。逆にこうすればここで取れるようになるっていうのが分かってくると思うので、しっかり意識して、やり続けていくことが、大切になるのかなと思います。で最後は上級者向けとして相手のパスを先読みして奪う守備に関して試合動画を見ながら解説していきたいなと思います。でまず一つ目、このシーンなんですけど、でまずここで縦パスを当てるんですけど、取られてしまい、でここで奪えるかなと思ったんですけど、相手にこぼれて、でここなんですね。でまず一つ目、自分も見返してみて取れるなって思った場面が、この一番下の 4CB の一番下の選手にカーソルを当てて、この縦に出てくるボールを奪いに行くっていうのがまず一つで、二つ目としてはこのネドベドに今カーソル当たってるんですけど、この選手をこの前にいる選手とのパスコースに切りに行くイメージですねができれば奪えたかなと思うんですけど、やっぱりこの、上の方に2人選手がいるのもあるので、このビエラはこの2選手になかなか追いつけない距離なので、ここは一度待って、ライカールトにカーソルを当てることをしたのかなと思います。でここ当てられた時に、選択肢がロナウドで、外に行くのかでワンタッチでムバッペに出すのか、それとも中にキープするのか、それともここの多分ベッカムだと思うんですけど、この選手にパスを出すのか、かなり選択肢がある中で、結構この時点でクリバリがロナウドにくっつくことができたので、なかなかワンタッチで出すことはできないだろうと考えたんですね。でこの時点で、ゲージが出たんですよね。でゲージが出て、この5割いかないぐらいのゲージだったらなかなかワンタッチで速いパスっていうのは出してくることはできないと思ったので、この時点でライカルトからファンダイクにカーソルを当てる。でやっぱりパススピードがワンタッチなので、遅くなるっていうことでこのボールを奪いに行くっていう感じですね。しっかり、ゲージを見ることがやっぱりこのシーンでは大切になるのかなと思います。次に、このシーンなんですけど、ちょっと一回見てみてください。でこれに関して言うと、まずここで奪われて、この CMF に当たったタイミングですね。相手のベッカムにボールが渡った瞬間に何を考えたかというと、やっぱり一番怖いのはこの選手を使われることだったので、まず
ファンダイクにカーソルを当てて、多分ルンメニゲだと思うんですけど、ルンメニゲのちょっと前に持っていく。でここを持っていくことによって、ルンメニゲもこのまま前に走ってくると思うので、ここに出されても、多分四角プレスで奪える距離に、置くことができたんですよね。でここで置くことによって、やっぱりこの多分クライブ17番の選手の前スペースっていうのが空いてしまう。でそこを一番外にいる、サールにカーソルを当てて奪いに行く。そうですね、ここでファンダイクで、ルンメニゲの前に、置くっていうイメージですね。置いて、出されても四角プレスで奪いに行ける位置に置く。そしてここをわざと開けることによって相手にここに出してくれという感じでわざと開けるんですよね。でちょっと時間を作ることによって、相手も空いてると思ってやっぱりパスを出してくるんですよね。でそこを読んでサールでこうしっかりパスコースを切りに行くっていう流しで見るとこんな感じなんですけど、これに関しては本当に自分のやりたい守備っていうのが完璧にはまった、守備の仕方だったかなと思います。やっぱりこうウィニングイレブンにおいて守備を上手くなれば失点がやっぱり少なくなりますし、負けることもやっぱり点を取らなければまず負けないので、負けることも少なくなってくるので、ぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。今回はこの辺で終わりたいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。